はいどうも、ストックロックです。今日はトリマーとジグソーのテーブルを作っていこうと思います。今回作るのは簡易的なもので、なおかつ壁掛け収納できるような形を考えて作っていこうかなと思います。で、用意した材料はこちらです。シナベニア 450×900 が1枚で、この下に重なってるこっちはですね、ラワンベニアです。こちらも同じサイズ 450×900 で用意してます。今回も誰にでも作れるような形で紹介していければなと思ってますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。まず最初に使うのはですね、このラワンベニアの方ですね。自分の構想では10センチ余るんで、先に10センチカットしちゃいたいなと思います。なので800にするってことですね。で、この10センチの部分は次の動画で使うと思いますので、取っておいてください。10センチ取って、あと残りを使うっていうことです。早速こいつが役に立つのでは。10センチ、はい、こんな感じで10センチラインでまずはカットしてしまいたいと思います。はい、10センチでカットできましたんで、これは取っておきます。また次回。これで買ってきた寸法通りであれば 800×450 になってるはずなんだけど、多分違うでしょう。どうせ808すいません、808ですね。で、この808をフルに使っていきたいと思います。まず線を引いて、あと使う部分使わない部分に印をして、お見せしたいと思います。よし、はい、こんな感じで下地自体をね、設計図にしちゃえと思いまして、こっちにいろいろともう書き込みました。書き方なんですけれども、 150mm 幅だと 450mm 幅なので3列取れる計算になるんですけど、150、3分の1ですね。そこに線を引く、こっちも引く。で、実際に使おうと思っているこの幅、これ今808ありましたけど、実際にテーブル部分にするのは50センチを想定してるんですよ。808mm から50センチ、すなわち 500mm を引いた数値308、これを2分割してます。154ずつですね。この154ずつこの縦に線を引いて、こっちも引いて、これ154で、こっちの高さは150で引いて、でこっちは使う、この下の大きい部分は使わないっていう風にしています。なのでこういう形ですね。こっちもこうで、ここが実際のテーブル部分なんですけど、センターラインの位置をね、ちょっとね、こっち側にずらしました。5センチずらしました。これ理由は、ジグソーって機械のど真ん中に刃がないですよね。必ず前の方に刃がついてると思うんで、それの部分ちょっとセットバックしました。5センチこっち側に。ですので、ここから5センチ考えないものとして、で、45センチ幅でいろいろと線を引いてきました。で、センターラインを引いて、20センチ幅の四角の正方形と、あと 156mm 幅の正方形をそれぞれセンターの位置に振り分けて四角く描きました。それで終わりっていう形になります。それでいらない部分バッテン印したんですけれども、これをまずね、切り取っちゃいたいと思います。で、センター部分は200の四角ではなく156のちっちゃい方の四角をくり抜いていきます。なので丸の子と真ん中ジグソーでくり抜きたいと思います。よし、はい、まずこんな感じ。この T の字、あとこの最後真ん中、この4つのバッテンね、1つの四角なんだけど、これをジグソーでくり抜きます。はい、こんな感じで下地の完成です。ね、なんか5センチ寄ってる感あるでしょ。こっちの方が広くて。で、問題なのはこれにね、ジグソーが入るかどうか確かめたいんですよ。これがね、
この逆さまの状態でなんとか通る術はあるのか、それを確かめたい。線を先に入れてヒュッと、通るな。よし、なんとかこれでギリギリを測った甲斐があるかな。本当はねトリマーだけだったらここ全然そんなに抜かなくていいんですけど、どうしても今ジグソーを入れたかったので、上にねくっつく板を抱えた状態で上から差し込めるかどうか、この辺を調整したかったんで、なのでジグソーに天板を取り付けてから上から通すっていうことを想定してこの穴のサイズにしてます。なのでこれはねご自分の持ってるジグソーのサイズに合わせて、私はうまく斜めを使ってねギリギリ通れる大きさに設定しました。あんまり大きく作っちゃうとこれ自体もちょっと大きくしたいなとか思ってしまうんで、ちょっと今回の趣旨とはね外れてしまうんですよね。なるべくコンパクトに作ろうって思ってますんで、これがギリギリかなと思います。はい、ということでここまでできましたので、次はね実際にトリマーとジグソーをこの20センチ角の板を作ってそれに取り付ける準備をしていきたいと思います。で一旦このねラワン材の方は置いておいて、はい、次はこのシナベニヤの方で作っていきたいと思います。まずはね、そうだな、20センチなので20センチの幅で1列カットしてしまって20センチの長さでまた切って、2枚作ってしまおうかなと思います。よし OK ということで2枚ベースの板ができましたので、これにトリマーとジグソーを取り付ける形になります。はい、ということでトリマーの方からやっていきたいと思います。でやり方なんですけど、要はこれを取り付ける形になります。ネジ外してね真ん中穴くり抜いて取り付けると、まずこのベースをね全部取り外していきたいと思います。ちなみにこのボッシュのトリマーはネジ M4 ですね。 M4 のネジを使っていただければ合いますんで、今この 12mm の板に取り付ける形になるので、最初からこの付属してるねネジではちょっと短いです。なので長いのを買ってきてください。よし、はい、ベースがこの黒い部分ね取れましたんで、これを元に穴の位置を決めて穴開けしていくっていうだけです。でまずこの板の中心出したいのでバッテンに線を引きましょうか。わ、曲がっていく。よし、はい、ここになるのかな。これが中心の位置ですね。このベース板の長さを測ってみましょうか。ネジのピッチがネジからネジですね 7.6mm、 7.6 と 6.8、こっちが 7.6 でこっちが 6.8 か。結局センターの線を引くっていうね。これな、じゃあ 7.6 からやっていくか。 7.6 なんで、3センチ 8mm で振り分ければよしと 6.8 だったっけ。 6.8、3.4、よし、はい、こんな感じでこの丸の位置がネジの位置で、あとは真ん中にホールソーで穴を開けると、そんな感じでいいかなと思います。これを使って穴の位置そのまま合わせて穴の位置を落とすのもいいんだけど、正直ねちょっと僕これ信用してないんですよ。これトリマーのレビューした時にもお話ししたんですけど、遊びあるぐらい余裕のあるものなのでちょっと信用してないんで、自分で毛がいたものを確かめるために合ってるかなって確かめるためだけに使おうかなと思って、なので自分で測って線を引きました。今はねやっぱりこうやって合わせてみると微妙になんか遊びあるなっていう感じがするので、大体は一緒なんだけどね、多分これで合わせるとこれちょっと高さがあるので
なんとも言えないんだけど、ちょっとぶつかっちゃうんで、ここね、ここ削んなきゃなんないね。ここちょっと出っ張ってるんで、この分ちょっとこのベースの方もへこましてあげないといけませんので、まあここはのみで切り取ればいいでしょう。じゃあ位置が分かりましたので、これに合わせてドリルで穴開けしていきます。下穴ちゃんと開けようかな。で、今貫通させましたので、次は表側の方から開けていきたいと思います。ちなみに 4mm ですね。 M4 のネジ入れますので 4mm のドリルで穴開けしてます。はい。で、次にネジの頭が埋まるようにちょっと加工していくんですけれども、実際にトリマーにはこれで取り付けようと思ってるんですね。 25mm で、ビスの頭ですね。この頭が邪魔になるので、刺した時にこれ頭出てたのが加工するとこうね、埋まるように。ちょっと埋め込みすぎたかな。埋まればいいです、全然。これを4箇所全部やっていきます。はい、4箇所全部ね、終わりました。あと真ん中とここのへこみを作っていきたいと思います。で、このベースを測ってみると40パイぐらいの大きさの穴が開いてるんですけど、真ん中ですね。ちょっと40パイのホール数ないので38でいいやと思って開けていきたいと思います。よし、こんな感じでできました。で、あとね、裏のこの付け根のこの当たる部分をのみで削って取り付けてみたいと思います。今のみでね、この部分を削って、仕上げました。で、実際に今つけてみますね。いい感じ。はい、ということで無事に取り付けできました。こんな感じですね。で、こうやって見ると穴の位置すごいずれてるように見えるんですけど、やべえ、作り直しかなと思ったんですけど、実際はめてみるとそうでもないというか、でもちょっとずれてるか、若干。でも別にいいかなっていうところなんで、もし同じトリマーで作る人がいれば、センターの出し方だとちょっとずれるっていうことなのかな。中心よりセットバックされてる感じ、5mm ぐらい。でもこのままいきたいと思います。気になればいずれまた20センチ角で切って作るだけなので作り直したいと思います。はい、トリマーの方終わりましたんで、次はジグソーの方取り付けていきたいと思います。で、こっちはねちょっと複雑なんで、またジグソーによってねだいぶ取り付け方が変わってくると思うんで、参考程度にしてください。ではまずはね、真ん中に1本線を引きます。20センチ角なんで10センチの位置ですね。OK、 いいでしょう。で、このジグソーの固定の仕方なんですけど、まずこの穴1箇所いい具合に穴が開いてますんで、ここにねボルトナットで固定するのと、あとそれ以外ちょっと取り付ける場所が見当たらないので、ここにね補強金具を1枚入れて、で両サイドでボルトナットで固定するみたいな形を想定してます。まずこのね取り付ける位置なんですよね。まず後ろの部分ですねが基準になるので、ちょうど中心に来るようにまずこいつを乗せてみます。2.4 センチ 2.5 センチぐらいに合わせればいいのかな。そうですね、このぐらいですね。このぐらいが真ん中なので、こんな適当でいいんだろうか。はい。で、今穴の位置印しましたんで、ここにね M6 のボルトを通そうと思ってるので 6mm の穴を開けて、まず基準として固定してみたいと思います。はい、穴が開きました。で、開いたんですけど、またこのままだと頭が出てしまいますんで、次は表面からね頭が埋まるように開けていきたいと思います。はい、埋まりました。
これね、頭がね1センチ以上あったんで、ちょっと10ミリのドリルしかつけれなかったので、ちょっと徐々に穴を拡張してなんとかはめ込みました。ではこの状態になりましたので、これをはめて、よいしょ。とりあえず手締めですけど、よし、はめて、これでまっすぐ向いてるという認識でいいのかな。よし、まあこんな感じでしょう。まあこれでまっすぐ前を向いていると思うんで、ちょっとこの状態で固定したいので、これ 9mm のベニヤ板、これをちょっとガイドにして左右にベタッと温度でね貼りたいと思います。で、あんまり外に出っ張っちゃうとこれぶつかっちゃうんだよな。ちょっと長かったかな。ちょっとぶつかるのが怖いので長さをカットしました。これでシルバーのところギリギリに貼れば OK かな。よし、これで固定してみたいと思います。よし、これをしかな。じゃあ逆も。よし、ちょっとこれで若干放置します。よし、ちょっとだけ固まりましたので次の作業に移りたいと思います。この前側の固定なんですけど、前回トリマーのジグで使ったこちらの金具が余ってましたので、これをここに取り付けてボルトナットで固定すると、そんな感じを想定してるんですけど、ちょっとねここのベースの方が若干高いんですよね。まあいいか、このままいってみるか。ちょっと削ってもいいような気がするんですけど、削りすぎてもね次この設置してないとまずいので、とりあえずこのままいってみます。滑らないとは思うんで、じゃあこの状態で穴の位置をこの辺かな。 OK。 じゃあこれでこの部分に穴開けしていきます。一回このねジグソーは外します。はい、ということで穴開けしていきます。 M4 で留めようと思ってるんで 4mm で穴開けしていきます。これでいいかな。よし、 OK。 はい、はまりますね。じゃあこれでちょっとつけてみましょうか。この前の方は M4 の3センチで留めてきます。後ろの M6 の方は2センチ、こちらで固定してみたいと思います。よいしょ。はい、これでよし、はめる。裏ですね、裏の1箇所ギリギリ見えますかね。ここを止める。この作業がこういう風にねやらないとなかなかきついかなと思ったので、それでさっきこの板を取り付けた状態でテーブル本体に取り付けられるかどうか、ジグソーが上から通り抜けることができるのだろうかっていうことで冒頭でジグソーを通してたんですね。これがね、この板を外した状態じゃないとめんどくさいな逆にと思ったので、先に取り付けてそれからテーブルに設置すると、そういった使い方を想定してます。あ、ダメじゃんちょっと待った何をやってるんだ俺は。これをやる前にこれだ、これはい、これを OK。 これでワッシャーを入れてナットで固定する。よし、大丈夫そうですね。がっちり固定できますね。ボルトナットで固定なのでちょっとレンチが必要ですけど、バッチリ、全然大丈夫ですね。 OKOK、 これでいけますね。次ね、このねジグソーの刃を通す穴を開けようと思ったんだけど、ちょっとこれの取り付け位置がね悪かったね。目いっぱい前にしとけばよかった。まずはやってみます。はい、今穴を開けました。刃ってセンターにないんですね。ちょっとずれてるんですね。でちょっとそのずれを考慮して 1mm こっち側に逃がしてます。実際にブレードをつけてみてどうなるかだな。これを入れた時に当たるかどうか。
ギリギリ当たんない。あ、これなら大丈夫かな。ちょっとこれで動かしてみましょうか。2ミリぐらい余裕というか隙間があるんだけど、2ミリあったら大丈夫かな。よし、 OK できました。これで当たらなければ、このクリアランスどうなんすかね。見えますかね。2ミリぐらいこのプレートと空いてるんですけど、ゆっくり動かして試してみたいと思います。怖えな。おー、大丈夫だ。よし、 OK できました。完成ですね。はい、ということで、ここまで終わったわけなんですけれども、次はね、こっちの一番最初にやったこのベースの板に、パズルのように上にまた切った材料を貼っていこうと思うんですけれども、その前に今作ったこの特に、ジグソーの方ですね、こっちがしっかり入るのかどうか確認した方がいいと思いますんで、結構ねギリギリなんですよ。ここに線を通して、これがきちんと収まるかですね。よし、 OK 入りますので、これで OK ですね。いや、本当に知恵の輪みたいなコツがいりますね。あ、こうか。お尻の部分を出してから前を出す。OK。通りますね。これをね必ず確認してください。トリマーだけの場合は間違いなく通ると思うんですけど、もしジグソーもはめたいってことであれば必ずね確認して、特に私の場合この対角の斜めの長さを当てにしてギリギリで作ってるので、必ずチェックした方がいいと思います。で、先ほどこの接続した、ジグソーなんですけど、かなり安定して接続できてますので、もう全然大丈夫ですね。全く問題ないと思います。よかった。じゃあちょっとこれをここでやるのはまた切ったりするのめんどくさいんで、実際に使う状態にしてこっちの方にね固定しちゃいたいと思います。それで固定方法なんですけど、この両サイドの耳はそのクランプ固定のために作った部分ですので、ここをうまく使って通しておいて、よし。で、これをね最初に描いた設計した線通りに合わせて考えていきます。ぴったりだな。 OK。 これであと他の部分を埋めていく形になります。で、一番最初なんですけど、両サイドのレールからつけちゃおうかなと思います。はい、また登場、みずみさんのレールですね。今回300の長さを2本購入してます。それをこの両サイドに合わせると。で、ちょうどね150、150で線引いてるので、この150のところ先端を合わせると、後ろがぴったりくるような形になるかと思いますんで、この状態で固定したいってことですね。で、またね下穴開いてませんので、下穴をね開けてこっちにビスで固定すると、そういった形になります。で、このレールなんですけど、また同じ M6 のボルトがスライドできるようなレールを購入してますんで、前にねドリルスタンドで使ったものと全く一緒です。なるべく同じレールで揃えた方がいいと思います。そうするとね、自分で作った押さえるジグなんかも全部使い回しができることになりますので、なるべく同じもので合わせてあげるとスマートかなと思います。じゃあまた逆側でドリルで穴開けしていきます。ではね、5箇所穴を開けたいと思います。はい、こんな感じで、5箇所下穴を開けました。で、またねネジの頭これでは飛び出てしまうので、こちらのビットで頭が埋まるようにしていきたいと思います。はい、これが加工後の状態です。ちょっとね僕持ってるの太いんで汚くなっちゃうんですけど、あまり目立つ部分ではないので
そんなに気にする必要はないかなと思います。これもう1本作ります。それでは取り付けていきます。で、取り付ける時は必ずこのね直角両方ねちゃんと合わせてね固定するようにしてください。で、固定する時にちょっとずれる可能性もあるので、直角を合わせた状態で片方のレールを一度外して両面テープでくっつけて、それから逆側を打っていくと、ちょっとそういうね安全策を取ろうと思います。結構ねここが一番大事なんですよ。これで全ての向きが決まるんで、ずれないように、あとはこれに合わせて打てると。で、打つのはねこの短いので打っていきます。10ミリですね。よし、はい、 OK。 こっち側固定できましたんで、こっちを剥がします。普通に硬え、マジかよ。すごいな、両面テープパワー。よいしょ、なかなか弱いやつなのに強力ですね。次は反対側打っていきます。これはもうねこっち止まってるので押し付けてガチッと。あとこれだけ見てね、なんて言うんですか、縦の出入り、こっち側合わせればピタッとくると思いますけど、これで打ち込むと。よしよし、 OK ですね。で、この時に必ずこのレールにねちゃんと通るか、ネジの頭が出てないか確認しましょう。今まで作ったもので大丈夫なので OK。 よし、 OK ですね。はい、ということで次はここですね。こっちとこっちの大きさを測って、あとここもか、ここより手前側、こっち側の、板をシナベニヤでくっつけていきたいと思います。はい、とりあえず30センチ幅でシナベニヤカットしました。さっきのレールは30センチなので30センチ幅にカットしたんですけど、これをね必要な長さに切ってで取り付けていきたいと思います。マーキングゲージある人はね実際に当てがってあげて、それを測るとすごく確実だと思います。ポンと突き当ててあげて締める。今測ったものをこう突き当ててピッと線を引いてあげて、でここで切ると。そうすると、かなり確実に長さ測れると思いますんで、やってみてください。よし、こんな感じですね。これをここにはめると。でこっちもはめております。パチッと。でこれで止めるんですけど、僕の場合はここ1センチぐらい1列開けて、でこっち側で止めていきたいと思います。ここで止める。ここはちょっと開ける。でこっちは逆にこの内側をちょこっとだけ開けて、4点ぐらいでいいかな。で止めたいと思います。やべえ、普通に取らさってなかった今ねこれ両方貼り付けました。でねこれね後でもう一回外しますんで、普通に止めちゃいましたけど、最後に出来上がった後にもう一回外してちょっとした加工をしていこうと思ってます。でサイズをお伝えするの忘れてましたね。サイズねこっちがね105の幅で、こっちはね155、5センチこっちに伸ばしてるんで5センチ長い感じになります。縦の長さは両方全部300です。このレールと同じ長さですね。でこの下が1列揃うような形で、あえて、その方がここ貼りやすいのでそういう形で考えています。では次はねこの上、この空いた部分、これを決めるということはこれの出入り、これが決まってきますんで、これもねちょうど300のこの面に揃うようにしてここを埋めるという形になります。よし、これで上側が完成ですね。あと下なんですけど、このままね1枚ベロッと貼ってしまってもいいんですが、今ねちょっとここにもねレールをつけようと思っているんですけど、どうつけるか迷ってますね。というのはここに1本通してしまうか、ピッとちょっと画面上の方で見づらくてすいませんね。
こに1本50センチ通してしまうか、ただ今50センチのレールないんですよ。しかもあまり、この幅だとそこまで使わないのかなっていう気もするんで、それだったらこっちに通そうかな。縦に何センチだ、150か。ちょっといびつな見た目になるけどね、左右均等じゃないので。けどそれでやってみたいと思います。でこの刃の位置、これ触れるかな。この辺か。でこの位置ぐらいにレールのセンターが来るようにレールを取り付けたい。ちょっと先にこっちを作りますね。15センチでレールをカットして、あったよな。長いの発見しました。本当は15センチでいいんだけど、これをね、ここに取り付けたい。本当はあんまりね、こうやって進行方向に対して横にレールがあるっていうのは引っかかる恐れがあるんで、あんまり良くないんですけど、まあそのあたりはちょっと無視してます。なのでレールは本当お好みで。よし、でちょっとこれをカットします。はい、できました。なんかちょっとどんどんまたさらに適当になったけど、これを取り付けていきます。 OK。 よし、じゃあまた木材のカットですね。はい、では今カットをしましたんで2枚ですね。これをこちらの方に留めていきたいと思います。でサイズの方は大きい方が 150× これ何センチだろう、268で、こっちが 150×214、そんな感じの寸法ですね。まあこの辺りはレール入れたんで、もしレール入れないのであれば、幅が500、こっちの高さが150の板を1枚スポンとはめていただいても問題ないかと思います。こっち側にもつけるか。こっち 13mm ずらそう。よしよし。はい、ということでね、あらかたできたんですけれども、まだね実際にトリマーと、今ジグソーをつけてるんですけれども、ジグソーの天板自体を本体に固定はできていませんので、次はそちらの方を固定していきたいと思います。まずね、本体ついてたらちょっと穴開けもできないので、まず外してね、こちらに準備したいと思います。はい、今一応ね全部ばらしました。それでばらした天板の 1cm 1cm の位置4箇所、ここにね穴を開けるんですけど、このね本体の方にもね当然穴開けしなきゃいけません。4箇所。いつも使ってるドリルスタンドはですね、ちょっとこれ幅広すぎてそこまで届かないので、かといってねここ垂直に開けてあげないと、折り目ナットの向きがずれてしまうと、この天板との接続の時に結構止まらないっていうパターンが多いので、ちょっとね先に簡単なジグを作りたいと思います。で今シナベニア使ってましたけれども、ここにね同じ 1cm 1cm の位置に印をつけます。 M4 の折り目ナットを埋めるのに 6mm の下穴を開けなければいけないので、ここにね 6mm のスペーサーをまず埋め込みたいと思います。ではまずジグの方に下穴を開けます。はい、普通の穴ですね。で次にこの穴を 6mm の穴に拡張します。間違った。6mm じゃダメですね。6mm のスペーサー埋めるのに 6mm って、これね 8mm。 はい、こんな感じですね。これで一度確認してください。1センチの1センチに中心があるかどうか。よし、バッチリ。これに 6mm のスペーサーを入れます。これで簡易的なドリルガイドになりますので、ちょっと接着剤でじゃあ固定してみます。はい、今接着剤で固定しました。こんな感じ。ちょっとねベニヤでやったから吸い込んじゃって汚ねえけど、これで簡易的なガイドになるかと思います。で注意なのが、これ裏飛び出さないようにね、
これ裏スペースは飛び出しちゃうと浮いちゃいますんで、そこだけ注意して差し込んでください。せっかくドリルを準備したので、先にこの電動工具に取り付ける天板ですね、こちらの角同じです。1センチ1センチの部分、こちらに 4mm の穴を開けていきたいと思います。2枚ありますね。はい、 OK。 こんな感じで4箇所穴を開けました。はい、ちょっと固まってるのか微妙だけど、まあ大丈夫でしょう。でこれをこちらに当ててドリルを刺して開けると、下にステーター引いてますんで、これは引いた方が綺麗にいくと思います。いい位置ですね。ではここに、鬼目ナット M4 の 10mm を用意してますんで、こちらを埋め込みます。よし、いいでしょう。 OK。 ほい、こんな感じで4箇所埋めれました。で問題はこいつらですよね。まずね、取り付けれるかですね。ぴったりだったらめんどくさくなくて嬉しいな。回ってくれ。止まりましたね。大丈夫。よし、こっちは合格。外して、次はジグソーの方。はい、 OK。 大丈夫でした。ほい、こんな感じで、よし、できた。取り付けれることが確認できましたんで、もう一回ね、つけてみようかな、ジグソー。ちょっとそれで設置してみますね。今ね、ジグソーの方で復旧してみました。全部がっちり固定されましたんで、一応今この状態でも切れます。試しにやってみましょうか。はい、下にあったザッパ切ったんですけど、こんな風に一応使えるじゃ使えるんですけど、刃がね、やっぱりこの先っぽブーッと動いてしまうんで、あんまり正確なカットは正直できません。ちょっと今回はこれで終わりにしますけど、次回の動画で、こちらの続きをやりたいと思います。まずトリマーつけた時に、これ今レールつけたのにフェンスないですよね。なのでフェンスの作成と、ジグソーをちゃんと使えるようにするものを作っていきたいと思います。あとね、ここにレールせっかくつけましたんで、ここを何のためにつけたのか次回公開できればなと思います。そんなの分かったよっていう方いたとしてもバラさないでね、お願いします。はい、ということでね、尺的にちょっと難しいのかなと思いまして分けることにしました。今回使った材料ですね、一応こちらにまた表示させたいと思います。はい、で余ってる材料もありますんで、それはね、次回のフェンス作る時に有効活用していきたいと思います。次回は必ずこの続きやってきますんで、是非とも最後まで見ていただければなと思います。ちょっとでも参考になったとか、次の動画も見たいっていう方はですね、是非ともチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。ということで今日はこれで終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。